日本語ポッドキャストジャパミミ。お店で使う関西弁。皆さんこんにちは。日本語ポッドキャストジャパミミです。今日も一緒に日本語の耳を鍛えましょう。今日はインターミディエイトレベルの日本語でいろいろ喋ります。日本語をたくさん聞いて日本語の音に慣れてくださいね。ジャパミミ第5回のポッドキャストで大阪弁が出てきたので、今日は関西の飲食店や市場で使う関西弁のフレーズを3つ紹介したいと思います。いつか皆さんが関西を旅行するときに役立ててもらえたら嬉しいです。それでは始めましょう。まず最初のフレーズはおきにです。これは結構有名なので聞いたことある人もいるかもしれませんね。標準語ではありがとうです。例えば、関西の飲食店でお会計をした後、店員さんがお客さんに対しておおきにと言ってくれることがあります。このおおきにはもともと漢字で大きにと書かれていたそうです。大きにはとても、すごく、大層といった意味の言葉で、そこからありがとうという意味で使われるようになったそうです。特に大阪や京都で使われていると聞いたことがあるので、皆さんもいつか大阪や京都を旅行するときは、お店の人の話し方をよーく聞いてみてください。ちなみに私は京都の隣の滋賀県出身で、普段からおおきにというフレーズを頻繁に使っているわけではないんですが、それでも聞き慣れたフレーズです。もちろん関西人もありがとうと言いますが、イントネーションが少し関西風になります。標準語ではありがとう。関西ではありがとうとなることが多いです。関西弁に興味のある人は、ぜひこのイントネーションも練習してみてくださいね。さて、次のフレーズはなんぼです。これはいくら、どれぐらいという意味です。例えば、関西の市場ではお客さんがお店の人に対してこれなんぼと聞くことがあります。これはいくらですか？これは何円ですか？ということですね。関西の市場といえば、大阪の黒門市場や京都の錦市場が有名でしょうか。黒門市場には何でも売っていると思いますが、やっぱりお寿司屋さんや居酒屋が人気だと思います。私も一回行ったことがありますが、市場を歩いていたらお店の種類があまりにも多くて、どのお店に入るべきかすごく悩んだのを覚えています。一方、錦市場はやっぱり京都らしい京野菜や漬物などが人気だと聞きました。でも私が以前行った時は豆乳ドーナツが一番印象的でした。揚げたてのドーナツは熱々ふわふわですごく好きな感じでした。というわけで、
このような関西の市場で商品の値段がわからないときは、これなんぼですかと聞いてみてください。また、お客さんがこれくださいと言ったときに、お店の人がなんぼと聞く場合もあります。これはどれぐらい買いますか？何個買いますか？という意味になります。場面によって少し意味が変わるのでご注意ください。ちなみに大阪には難波という場所があるので、なんぼと難波を言い間違えないようにしてね。最後のフレーズは毎度です。これにはいらっしゃいませ、いつもありがとう、こんにちはといった意味があります。関西でお店に入ると店員さんが毎度いらっしゃいませと声をかけてくれることがあります。毎度自体はいつも、毎回という意味で、関西弁の毎度には単なる挨拶だけではなく、いつも来てくれてありがとうという気持ちも入ってるんです。人によって毎度ありということもあると思います。これは毎度ありがとうございますの略ですね。以上、お店で使う関西弁3選でした。他にもいろいろあるので、気になる人はぜひ旅行前に調べてみてくださいね。それでは今日のポッドキャストはここまでです。最後まで聞いてくれて本当にありがとうございました。関西弁はいかがでしたでしょうか？最後にもう一つ、私の出身地、滋賀県の方言もご紹介します。それは、チュンチュンです。実は、とても暑いという意味なんです。例えば、お風呂のお湯チュンチュンやとか、車ん中チュンチュンやから早くエアコンつけてという感じです。なんだか音の響きが可愛いですよね。また機会があれば関西のあれこれについて話したいと思っていますので、ぜひまた聞きに来てください。では次のポッドキャストでお会いしましょう。またねー。